はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。本日はシュガーケーンです。シュガーケーンといえばこちら、ブランドディレクターの福富さシュガーケーンの福富です。よろしくお願いしまん、す。よろしくお願いしまよろしくお願いしますなんですが、が、もう一人スペシャルゲスト本日は入ってもらいました。はい。初めて登場になります。こちらにね出ていただけました。ちょうど日本に来てたんでね、よろしくお願いします。ミスターフリーダムクリストフさんです。ミスターフリーダムのクリストフ・ルワンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本に何年ぶりですか4年4年ぶりぐらいですね。COVID の前が最後ですよね、はい、お久しぶりでございます。お久しぶりです。よろしくお願いします。はい。ミスターフリーダムと今シュガーケーンと両方の名前出てきましたけど、一緒にブランドをやってるということで、その辺の経緯も含めて、はい、お二人からお話が伺えればと思います。We met with three gentlemen from Toyo Enterprise sometimes in 2007 in Los Angeles in my store. At the time, the store was primarily vintage clothing, and we discussed a potential collaboration. We shook hands and became friends, and we designed clothing together. And we started with a pair of jeans, and now it's full-blown collections. 一番最初が2007年からというと、もう17年、18年目。そうか。はい。随分長いことやってらっしゃるんですね。はい。もうずっとこれが続いてる、年に2回のコレクション、はい、続いてるわけですよね。でちょうど東京の展示会のタイミングでいらしていただいて、ちょうど今春夏のコレクションの納品が始まったタイミングになりますんで、アイテムをいくつか紹介してもらおうかなと思いまして、もうお二人自らはい商品を紹介するなんて、こんな揃って紹介ですからは初めてこです。れはかなり貴重なね、お話が聞けるんじゃないかなと、思いますんで、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。こちら実はですね、日本で一番ですよ。一番ミスターフリーダム販売しているジャンキースタイルさんに、両国にあります。お邪魔しています。ちょっといろいろお店の方の話も聞きたいと思いますんで、ジャンキースタイルのスタッフ青山さん、お越しください。ちょっとお話聞かせてください。はい、ジャンキースタイルの青山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。青山さん、ジャンキースタイルは、ミスターフリーダムの商品たくさんいろいろラインナップ揃えてるということなんですけれども、今年この春から夏、どんなものが一押しになるんですか？一押しアイテムがですね、こちらの、アロハシャツとジャケットになります。ちょっとじゃあせっかくなんで、お二人から説明していただきたいんですが、よろしいですか？もちろんです。こちらのシャツなんですけれども、サンプルを会社から持ってきてまして、でちょっと見ていただくと分かるんですが、UFO とか宇宙人とかすごい光を放った UFO ですね。なんでちょっとここで一回コレクションのテーマについてクリストフさんに説明していただきたいと思います。This year's collection is inspired by the world of vintage UFO, and they are known today as UAPs, unidentified anomalous phenomena. As a kid, I watched a lot of TV, and I remember watching The Invaders on TV. It was about invaders. So this collection is inspired by that world. So we span 1930s all the way to 1960s about UFOs and people who kind of studied UFOs. 結構都市伝説的な。そうですね。そんな30年代頃からもアメリカでは UFO の話っていうのが盛り上がってたんですね。そうそう。結構長い期間 Foo Fighters ありましたね。 Foo Fighters, the pilots during World War II, they saw fireballs in the sky on the European theater, and they thought they were from a different planet, and they were called Foo Fighters. So all the way from the 1930s to even today, people see things that are not explained.
So I find that interesting. はい、ということで、今回はまあ分かりやすく言うと50年代ぐらいまでの UFO とかそういうものがテーマそうですね。でまあ現実のエリア51のコレクションとあとサイエンスフィクションをちょっとミックスしたようなっていうので、ラインナップを展開してます。で今回のエリア7161のコレクションの、まず最初に出てきたラインナップがこちらなんですけれども、こちらのハワイアンシャツの絵っていうのが、こちらのクリフトさんが水彩画で描いた絵を元に柄を今期のコレクション自体がもうこの絵から全部始まってると、そういうことなんですね。で今回こちらの元になった絵も持ってきてますんで、ちょっと出します。じゃあこちらの絵について。そうですね。The inspiration came from an event that happened in 1947 in Roswell, New Mexico, where an alleged UFO crashed in the desert in someone's ranch. Some people think it's a UFO, some people think it's a weather balloon, a Russian spy craft, no one really knows. But this is where the inspiration came from. And so you got alien who supposedly have crashed and are being studied in Area 51 to this day, and the UFO. And here is my little son, Joe. So this is the desert in New Mexico near Roswell. 日本でもね、ロズウェル事件っていうの結構有名な話ですからね。ロズウェル事件なんですね。でこちらなんですけれども、水彩画が元っていうことで。実はシャツを作るときに18色プリントに使ってるんですね。多色なんですね。なのでこちらはちょっと抜線に向かないっていうことで、全てオーバープリントなんですけれども、その代わりブルーの部分のグラデーションですとか、そういった部分が細かく再現されています。でもオーバープリントでね、こっちの絵本当にすごく再現性が高いというか。でほぼ実物大でこちらが再現されてるんで。そうなんですね。サボテンとかもちゃんとこの筆の跡のようなものがしっかりとプリントでも表現されてて、すごいですね。苦労しました。でこちらのシャツのアイテム名がロックンロールシャツっていう名前なんですけれども、ロックンロールシャツ、今までで過去何度か、そのロックンロールシャツっていうのはシリーズでやってまして、まあこれが一番最初の柄だったんですね。でこちらもちょっと説明してもらいましょうか。で最初が This is the action pack rock and roll shirt. This was the Fiesta rock and roll shirt, and this is the flying saucer rock and roll shirt. いろいろ毎回シーズンごとにロックンロールシャツもそうやってテーマが変わってるんですね。そうですね。で最初のコレクションだけは彼が持ってたファブリックからのデザインだったんですけども、この後からはこれ全部彼のドローイングで書き下ろしになってると。で今回がこちらのロックンロールシャツのフライングソーサー。そうですね。ロックンロールシャツ。まあちょっとこのロックンロールシャツ、ちょっとアロハシャツとも一線を画すコンセプトだということなんですけれども、お店ではどういう形でこれね着こなしとか提案していくのかちょっと教えていただければなと思うんですけれども、ちょっと見せていただければ。着替えていきます。お願いします。青山さん着替えていただきましたが、ちょっと解説をお願いします。アロハシャツなんですけど、夏のイメージが、あると思うんですけど、そこをこういうふうに、インナー使いして、着用してもらえれば、今時期からでもアロハシャツを楽しんでいただけるっていうことで、発色もいいですし、アクセントにもなるんで、ぜひ参考にしてもらえればなと思います。重ね着の感じが、ロックンロールシャツっていうのもそのまま雰囲気が出てますよね。そうですね。はい。The collar.
I like the style of collar. アウト。 Yeah, the wingtip collar, you know, 1940s, 30s style. If you wear a sport coat, I like when it's outside like that. Oh. It looks cool. Thank you. あとええ2人の思い出の一番最初の716本当だ。デニム、はい、さっきお話に出てた一番最初に作った一本のやつ。ここがスタートだったんですね。ほそれを着てもらってるのも、かっこいいですね。そうですね。はい。今日クリストさん来るっていうことを聞いて、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。もう合わせてきました。あは珍しいね、今ね。あと青山さんもう一点がこちらそうですねのジャケットなんですね。はい。はい。でこちらのジャケットも、まあ、パッと見でええラベルの違いっていうのを気づかれると思うんですけど、あ本当だこれもサンプルなんですね。でこちらが、一番最初に作ったプロトのサンプル。プロトタイプってこと彼からお題が出てそれに合わせて最初に作って、これを LA に送ってああでもないこうでもないそういう過程があるんですね。でこちらは展示会の時のサンプルになります。ある程度煮詰まったはい段階のものということです。はい。ちょっといいですか。はい。やってみましょうはい。なんとええ。今製品が、まさに今ね、撮っている時にサンプルでやるはずだったのが、はい間に合っちゃったんですね。ええ。早速 Good timing. 皆さん初めて見るわけですよね。製本当だ品をね、はい。これが最初なんですよね。 Yes, sir. さっきプロトタイプあとはいはい小サンプルって言ったんですけども、これが製品になります。ほうほうほこちらのロケッティアジャケットについてまた説明を。 Rocketeer, the name is inspired by a group of scientists in the 30s working at the Jet Propulsion Lab in Pasadena. They pretty much invented the rocket propulsion vessels. And they were, one of the members was called Jack Parson, and he's a legend. He's kind of a nut job. Anyway, so that group was also called the Suicide Squad because they used to do testing, like crazy style testing in the desert to testing rockets. So this jacket is inspired by gas station style jackets that some rocket engineer might be wearing on the job. And this is where the name came from, Rocketeer. 一番最初はグリーンのコットンツイルの、そのガスステーションジャケットが来まして、それをピケに置き換えてくれと。ほう。でなんで一応こういった、ダブルエルボーだったりっていうワークジャケットのディティールなんですけども、はい、はい、こういうとこですね。一応はい、ロケットのエンジニアが着用してたっていう設定です。でジップフロントの結構シンプルなジャケット。はい。今まで割とこういったブラウスのスタイルが多かったんですけども、ピケのやつは初めてですね。ですごく作ってる側として、萌えキュンポイントがありまして、お、はい、ここのバタック、いっぱいステッチがある。はい、はいはいはい。 Tab is interesting. 面白いね。これベルトをつけた後で、えここのタブをつける人が、バータックのミシンから離れないで他のミシンを使うとまた持ち場を離れてつけないといけないんで、全部このバータックでバータックだけで完結させてしまおうというストラップなわけですね。アジャスターベルトっていうんですか。123456788 8か8箇所。すごい。でこっちも反対側も8箇所っていう16箇所。ここがすごくこれは説明されないとわからないことでした、僕は。そうなんですね。なので、こういった場所も見ていただいて、あとボタンも通常同じサイズのボタンだと思うんですけども、ここは大きいボタンでここはちっちゃいボタン、変えたり、ここもちっちゃいボタン、そういったところも見どころになってます。じゃあちょっとこれもまたね、シンプルなだけにいろんなコーディネートが提案できそうな感じではあると思うんですけれども、ちょっとこちらも青山さんお願いできますか。もちろんです。はい。でクリストフもいやブラウンが
あるんで、Yes, simple jacket and crazy shirt underneath. I think it's a good combination. じゃあぜひちょっと着替えてもらって、はい、モデルをお願いします、はい、今回はクリストフさんも着替えてくれますよろしくお願いします。お願いします。大山さんは先ほどのシャツ、はい、そのままでロックンロールシャツの上に、そうですね、はい、ちょっとジャケットがまあシンプルめなので、またこれで合わせてみましたね。はい。ね、先ほどね、この中に派手なシャツに合わせたらいいよって言ってた、そのまんまでいい感じですね。襟もすごく。そうですね。長袖も面白いですね。違います。ああ、シャツが出るぐらいでいいと思います。クリストフさんは逆にこうシンプルな大人な感じのかっこいいですね。それもそれでね。同じジャケットでも全く違う。同じジャケットに、まあ色も違うんで、言われてみれば同じだぐらいな感じですよ。そして下のチノパンツとそんな感じのジーンズとかいろいろできるね。ああ、いろいろ変えるとまたね、今日はちょうど2人ともデニムだけど雰囲気変わりますね。まあこういったどういった着こなしでも結構楽しめるジャケットに仕上がってますね。今日はね、このシャツとジャケットと2つしか紹介できなかったんですけど、まだまだこれからこの春夏入荷してくるわけですよね。そうですね。はい。ね、もうお店に来てね、見てもらえたら一番いいですね。そうですね。はい。で、実は春物夏物だけじゃなくて、ミスターフリーダムの2024年の秋冬コレクションの先行受注会をやらせてもらえることになりました。こちらのお店で？はい。そういうのいい会社なんでしたっけ？大丈夫なんですか？今回ちょっと初の試みなんですけど、初めてですよね。はい。つい先日行われた秋冬のコレクション、はい。まあそれのプロモーションで来ていただいているんですけども、ちょっと特別に許可をいただきまして、普段秋冬のコレクションとかって夏以降にデリバリーっていうか出荷されるんですけども、今回その展示会サンプルをこちらのお店で飾らせていただいて、先行受注会っていうのをさっき決まったばっかりなんですけど、はい。じゃあジャンキースタイルさんに普通にお客さん来たら、そこで見て注文できちゃうということですか？そういうことです。はい。おお、すごいですね、それはね。まだちょっと何日から何日とか決まってないんで、あとまあテロップかなんかでちょっと日程は流していただいて、じゃあ、後で編集するときに概要欄なんかにも入れとくので、そちらを見ていただければと思います。へえ、すごいですね、それは。楽しみです。はい。ぜひ来てもらいたいです。ね、ですね。はい。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。気をつけてね。今日も帰るでしょ。帰りますね。フライトが飛行機がすぐでしょ。気をつけて帰ってください。ありがとうございます。また来てくださいね。また来ます。ぜひ。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。